後悔はどこまで続くのか。皆さんこんにちは。この動画では世界を震撼させた Netflix 実写版ワンピースの海外の反応を徹底分析していきます。なんと300件もの海外のファンやメディア、SNS、コミュニティサイト、専門家等の公開情報を横断的にリサーチした生の海外の声をお届けします。正直この調査をしていて驚いたのは賛否の激しさです。史上最高の実写化と絶賛する声もあれば、完全な失敗作と酷評する声もある。まさに両極端。でもそこが面白いんです。この動画では10章に分けてこの賛否両論の真実に迫ります。最後まで見ていただければ、なぜこの実写版が世界中でこれほど話題になっているのか、その理由がわかるはずです。それでは冒険の始まりです。この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは本題に入りましょう。第1章、世界記録の波、数字が語る驚愕。さあまず最初は数字から見ていきましょう。Netflix実写版ワンピースシーズン1が叩き出した記録、これがとんでもないんです。まず驚くべきは84カ国でナンバーワンを達成したということ。これまでの記録はストレンジャーシングズシーズン4とウェンズデーの83カ国、その歴代最高記録を更新しました。でもそんなもんじゃありません。視聴時間で見ると初回2週間で3780万ビュー、 2.8 億時間の視聴を記録。Netflix co CEO グレッグ・ピーターズがベリーハイバー、非常に高いハードルだと表現したのも納得です。特に注目すべきは初週だけで1850万アカウントが視聴し約 1.4 億時間を記録したこと。この数字2023年に1億時間超えを初週で達成したのはザ・ナイト・エージェントとワンピースだけなんです。そしてここが重要なんですが、配信からわずか4日間で世界93カ国でトップ10入り、そのうち46カ国でナンバーワンを獲得。これは明らかに特定の地域だけでなく真にグローバルなヒットだったということを示しています。2023年末までには 5.4 億時間視聴、7160万視聴者を記録し、2023年後半で最も視聴された Netflix シリーズとなりました。まさに文字通りの世界制覇です。この実写版ワンピースシーズン1の開幕ダッシュは海外の視聴者にとって文字通りイベントでした。配信直後から SNS のタイムラインは麦わら帽子で埋まり、反応動画は英語、スペイン語、ポルトガル語、あらゆる言語で拡散。ここで重要なのは熱狂を裏付ける客観データとその解釈をめぐる議論が同時に走ったことです。評価面ではアメリカの映画評論サイトロッテントマト視聴者スコア 95% という観客の支持が明快に可視化されました。賞賛、数字が示す呪い破り。多くの海外メディアやレビューはこの初速を実写アニメ化の呪いを破ったと表現。楽しくちょっと風変わりでハートがある、ビッグハーテッドというトーンが原作ファンにも初見にも届いたと分析します。例えば編集部横断のレビュー集ではイネキゴドイ・ルフィ役はピッチが完璧な主演と高く評価され、作品全体を心とポジティビティにあふれる冒険と位置づけています。視聴者の生の声も勢いは同じ。レディット R ワンピースライブアクションでは短い告知映像にまで好む情報動画で鳥肌立ったと感情があふれ、チョッパーお披露目きたといった単語だけでスレッドが伸びる現象が起きました。 YouTube の反応系でもチョッパーがめちゃくちゃ可愛い、2026年が待ちきれないとテンポよく称賛が連打されました。そして勢いの継続を示す象徴がシーズン2初出し映像お披露目と同時のシーズン3制作決定発表。シーズン2初出し映像&シーズン3更新という異例の同時アナウンスはこの後悔は続くという強いシグナルとして受け止められました。批判、数字の読み方、持続性への懐疑。一方で海外コミュニティには冷静な指摘もあります。新作効果だけじゃない。Netflix の視聴統計は2分以上見たら1ビューという計算方法なので、実際に全部見た人がどれくらいいるかはわからない。数字マジック。Netflix 特有の古代広告という声が上がりました。また Netflix の適用作品は新規さが薄れるとプラグが抜かれる、4シーズン目まで届けば幸運だといった長期継続への懸念が Reddit では
繰り返し言及されています。さらに役者の年齢、制作費の増大、話数や尺の最適化といった連ドラの現実に基づく議論も目立ち、人気を保つにはキャスト継続と感想設計が不可欠という投稿は2000を超える賛同を集めています。なぜ対立するのか。圧倒的な初速と高評価という事実に対し、長期での持続性と設計上のリスクを気にする声、どちらも見る側の期待のかけ方の違いに根ざしています。数字は熱狂を可視化するが、それを未来保証と読むか、今この瞬間の温度と読むかで評価が分かれます。確かに数字にはいろんな見方があります。でもこれだけ多くの国でこれだけ多くの人が少なくとも見てみようと思った、それ自体がすごいことです。特に印象的だったのは TikTok でワンピースNetflixが4億インプレッションを記録したこと。これは自然発生的なラズです。お金で買える数字じゃない。賛否はあれど、この作品が間違いなく超常現象だったことは数字が物語っています。だからこそ本シリーズの価値は次章以降のどうやって好感と物語密度を両立させたかにかかってきます。第2章ではなぜうまくいったのか、作品の原作愛と実写的楽しさのバランスを解きほぐします。キーワードはフェイスフル、忠実×ファン、楽しい、そしてケミストリー、化学反応です。第2章、なぜうまくいった。鍵は忠実×楽しい。この2輪で失敗の典型を回避した実写化が失敗する典型は2つ。1、忠実すぎて既視感だけが残る。または2、奇をてらって原作の魂を取り落とす。ワンピースが海外で評価を勝ち取った理由はここを同時に迂回したからだという声があります。骨格は原作の心に忠実、表現は実写の肉付けで楽しく、レビュー集約でもまさにその両輪が繰り返し語られています。賞賛、批評家が見た設計の目を、まず批評家側の共通意見をご紹介します。アニメ適用の呪いを打ち破った視聴者の評価スコア 95%、批評 80% 台というスコア状況に加え、総評はフェイスフル、忠実なのに新規層も取り込むウェルコミング、ウェルカムマインドを称えています。エンパイアは4つ星評価でファンにも新規にもふさわしい実写。 NME はキビキビ進むテンポでエピソードが自ら進むと娯楽作品としての推進力を強調。さらにバルチャー、ニューヨークマガジンのオンラインサイトは奇妙さを抑えずに抱きしめた選択を高く評価。漫画の些細だが決定的な奇妙さを受け入れたことが原作の素晴らしさを保持した証明と評価しています。ここにあるのはリアル寄せすぎないバランス感覚、世界観の肩の力を抜くことで楽しいが前に出る。結果、視聴者の評価スコア 95% という見れば好きになる構造が出来上がったということでした。賞賛、キャストが支える心。もう一つの柱がキャスティングの化学反応。レビューもファンも一致してイネキゴドイ、ルフィ役をドンピシャハマってると呼び、主要キャストの仲間感が作品の心臓部になったと語ります。この仲間感は画面の外でも可視化され、反応動画やコミュニティでは彼らにまた会いたいという感情表現が繰り返されました。批判、批評家の問いと辛口ファンの声。ただし批評空間は単一ではありません。ニューヨークタイムズはブランド&ジェネリック、退屈で一般的と辛口評価し、バラエティは最良でも原作の金字に過ぎないならこの実写版は何を提供するのかと問いを突きつけました。ファン側でも演技が怖い笑顔10点中3点といった厳しいスレッドが実在します。これらの日は忠実価値ではなく実写ならではの付加価値をどれだけ埋めたかを図ろうとする視点に根ざしています。なぜ対立するのか。原作の魂を守ることを最大価値と見る層と実写化の必然性を問う層で評価指標そのものが違うからです。前者は心と楽しさを評価し、後者は新規性と演出の格を測る。どちらも作品への誠実さゆえの議論で、ここが海外 SNS の賛否が燃える主戦場になっています。次章ではその議論のど真ん中であるキャスティングは神かについて、実在の俳優が漫画の人格をどこまで宿せたのか、さらにシーズン2で顕在化したビビ役論争まで海外の反応をリサーチし分析していきます。
第3章。キャスティングは神か。仲間間の勝利とビビ論争の教訓。ワンピースは仲間の物語ならば、実写成功の鍵はキャストが仲間に見えるかです。海外の反応を整理すると、映像と芝居と相互作用の3点で仲間感が立ち上がったということが見えてきました。そして同時にビビ役をめぐる小規模炎上が多様性と原作尊重の線引きという難題をあらわにしました。賞賛、画面に宿る仲間感。批評家もファンも、まずイネキゴドイのルフィ像を核として称賛。ドンピシャ、ハマってるという表現が象徴するように、明るさ、無邪気、リーダーシップというルフィの3要素に揺るぎがなく絶賛する声が多数寄せられています。エンパイアや NME のレビューが指摘する楽しくちょっと風変わりでテンポが良いという手触りは、役者同士の化学反応が起きたからこそ可能だったと読むべきでしょう。 SNS の生の声でもまた彼らに会いたいという情動が早期から共有され、シーズン2の断片だけで鳥肌という投稿が伸びました。さらにプルーム、ネットフリックスの公式イベントでのチョッパー初披露は可愛い一色で世界的トレンド化。2026年を待ちきれないという声が連鎖しました。批判、辛口の評価軸、演技とセリフの硬さ、改変の余波。他方でキャラ性の体現を称える声に対し、演技の硬さやセリフのぎこちなさを批判するスレッドも実在します。10点中3点の厳しい批評やクローズアップとカメラワークが過剰など技術的な指摘が並びました。この日は多くが改変、詳細は第6章にてと絡み、原作の濃度と俳優の芝居に違和感を覚えるという構図に立っています。対立のポイント1、ビビ役をめぐる小規模炎上。初出し映像でのビビ・チャリスラ・チャンドランの公開は大勢が歓迎ムードでしたが、少数の外見批判が SNS に出現。本人が差別的メッセージのスクショをストーリーズで皮肉交じりに公開したことで、問題は一時的に顕在化しました。ここで特筆すべきは現場とファンの迅速なカウンターです。ワコルを演じるロブ・コレッティはゴム人間もトナカイ医者も OK なのにビビの人種で引っかかるのはおかしいと明快に批判し、オダがチャンドランを自ら選んだ事実を提示。ナミ役を演じているエミリー・ラットも原作を盾にしたヘイトは許されない。いろんな背景の仲間が家族のように結束する物語を同じく多様なファミリーで作っていると賛同しました。議論はやがてアラバスタの文化モデルとキャスティングイメージという建設的な論点へ向かいます。ニーナ系、ミドルイースト&ノースアフリカの略で中東、北アフリカ地域の起用を望む声も理解できるという応答が示された一方で、いかなる差別も容認しないという原則が強く共有され、最終的にコミュニティは前に進んだというのが全体の帰結です。2、シーズン2でのキャラクター期待の現在地。シーズン2以降に向けたキャスト期待の中心は言うまでもなくチョッパー、プルームで公開されたチョッパーの後ろ姿を映す短いティーザー予告映像を受けて、赤い帽子と角だけが見える数秒でも動いているともっと可愛いという声が海外で一気に広がりました。この動きの説得力は表情モーションキャプチャや VFX の設計が支えるという制作側の説明とも整合しています。2026まで待てるのかという冗談交じりの投稿が繰り返される背景には、キャラが生きているという体験価値が確かに成立したという事実があるのです。なぜ対立するのか。ここにあるのは再現度と実在性のトレードオフ。アニメの輪郭の線を人間の骨格と筋肉に変換した瞬間、違和感ゼロはそもそも不可能です。海外の議論は違和感の総量をどれだけ愛嬌に変換できたかをめぐって揺れています。キャラの心、心を掴んだという賛と競争の見え方や演技記号に引っかかる日。ビビ論争はその価値観の衝突を短期間で可視化し、短期間で乗り越えたケーススタディになりました。次回の動画パート2ではチョッパー初出しショック第4章、ビビ炎上の深掘り第5章、改変はありか、ガープ導入の功罪第6章で賛否の火種をさらに具体的に解剖していきます。シーン単位で何が刺さり何が刺さらなかったかについて海外の反応を深掘りして検証していきます。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひ最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。